こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりのような付け見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はもじかさんです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあもじかさんについて自己紹介をお願いします。はい、もじかと申します。普段は建設業で事務の仕事をしていて、社会人10年目に入ります。2ヶ月前からここで一人暮らしを始めたので、まだまだ初心者なんですがはい、今日は来ていただいて本当に嬉しいです、はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が 1K、はい、ということで、およそ何畳ずつぐらい？3畳と7畳の 1K で、決め手はウォークインクローゼットがあったことが、はい、決め手で、あと木目とかがドアとか、はい、気に入ってここにしました。はい、というわけで今回もじかさんのルームツアーさせていただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、まず最初こちらのスペースはどんなスペースになりますか？ここはディスプレイをメインにしている場所で、結構部屋も7畳で狭いので、あんまり前に出てくるような棚があると圧迫感があるかなと思って、ウォールラックを置いてディスプレイを楽しんでいます。なるほど。なんかどういう雰囲気、コンセプトみたいなものにしたかったみたいなあったりするんですか？自然なものが好きなので、木があったりとか、木目とかそういった感じ。あとはお花も好きなので、お花の色に合わせて置くものを変えたり、今回はオレンジ系、黄色系っていうので添えてみました。じゃあ結構ここはまたシーズンとか時期によって少し変わったりはするって感じですかね。好きに変えてます。なんかここの今置いてあるもので何かお気に入りのアイテムを 2,3 点ピックアップするとしたら何かありますか？この一輪挿しなんですけど、外山翔さんっていう作家の方のアトリエマティックっていう展示を見に行って、そこで購入しました。もうずっと欲しくて憧れていたんですけど、コロナでなかなか展示がなかったので、ようやく展示があったもう初日に走ってもうゲットした、もう本当に思い入れのある作品の一輪挿しです。なんかお花が刺さってなくて可愛いですよね。そうなんです。ただここに置くだけでなんかおしゃれな気がしてて、確かに。あとは花瓶ですね。花瓶はリサイクルショップで見つけて購入したもので、よくリサイクルショップは結構チェックをしていて、掘り出し物だったりとか値段も手頃な、手の届く値段で買えたりするので、もうこれは見た瞬間もうビビビッときてステッカーみたいなこのシールも味が出てて、なんか可愛いなと思って。どこのやつなんですかね。どこのなんだろう。調べたことがなくてごめんなさい。なるほどね。はい、すごく気に入っています。あとは何かありますか？あとはこのゴッホの絵なんですけど、これはゴッホ展にダッシュで行ってこの種をまく人の絵がなんか一番気に入って、ちょうどこの全体的に色味もあってる気がしたので、絵画とかも好きなんですけど、自分の部屋に取り入れるの結構難しいなって思うので、自分の部屋に合うかな、雰囲気どうかなって思いながら買って、でもゴッホすごい好きなので気に入ってます。あと青い文字が好きみたいで、私が無意識になんか本に書いてある青い文字とか、あとポスターですね。これホテル827っていう韓国のブランドで買ったものなんですけど、はい、これも青い文字が気に入っていて、はい、結構ポスターは大きめが好きなんですけど、
ちょっとアンティークっぽくしたいなと思って、この額縁も濃いめのブラウンにしてみました。先ほど絵画のお話とかも出たと思うんですけど、普段からそういうアートとかそういったものは結構好きで美術館とか行ったりするんですか？すごい好きです。なんか結構ことあるのと絵画とかアートとか見に行ったり、でもこの個展が見たいって行く時もあれば、もうフラッと今日どうしようかな、美術館行ってみようかなみたいな感じで行く時もあるので、すごく好きです。学生の時から。そうなんですね。はい、ありがとうございます。そしたらじゃあその手前側に置いてあるテーブルですかね、のお話をお伺いしたいんですけど、テーブルはですね、一人暮らしを始める時に憧れて丸テーブルにすごい可愛いなって思ってたので、探していて、これも実はリサイクルショップで見つけた掘り出し物で、IKEA のテーブルです。このサイズ感も部屋にちょうどよく、またご飯とか置いてもちゃんと置けるというか、小さすぎても使いづらいかなと思ったので、サイズとまたこの縁の木目がとても気に入っていて、ご飯食べたり仕事したりすごい大活躍します。リサイクルショップで買われたということで、定価よりだいぶお安くは買えたんですか？安かったんです。7000円ぐらいだとちょっと元値が分からなくて申し訳ないんですけど、かなり安くなっているとラッキーですね。本当にラッキーでした。なるほどね、ありがとうございます。続いてソファー周りを紹介していただきたいなと思います。まずはじゃあこちらの目の前にある植物からちょっとお伺いしたいんですけど、植物は結構お部屋にもいくつかあったりはするんですかね？そうなんです。植物すごい好きで、父が造園業をしていたのもあって、小さい時から母の植物が好きなのでずっと家に身近にあって、ただ、自分でも育てたいって思うようになったのはコロナをきっかけにおうち時間が増えたので、そこからいろんな植物を育て始めたんですけど、ポトスが個人的には一番育てやすいなって思っていて、お水がすごい大好きなので、ここの大きい窓に飾るちょっと流れのある植物を置きたいなって思ったので、これは尾崎フラワーパークという植物がたくさん置いてあるもう夢のようなお店なんですけどそこでこの鉢と一緒に買いました。これはだいたい鉢と一緒でおよそどれぐらいの値段で買えるんですか？ポトス自体がだいたい1900円ぐらいで、この鉢が2980円だったかな。ちなみにお隣のこの植物はこちらですね、これが実はフェイクグリーンですってニトリで買ったものなんですけど、個人的にフェイクはリアルと一緒に置くとリアルに見えるっていう法則を見つけて一緒に置くことで若干このフェイクさが緩和されるような気がしてて一緒に置いています。葉っぱのサイズ感的にも本当よく見ないと分かんないですね。そうなんですよ、すごいリアルで本物みたいな顔して、確かにいますね。います。なんか植物が購入される時にポイントじゃないですけど、なんか育てやすさだったりとか、なんか葉っぱの色とか大きさとかなんかあったりしますか？そうですね、なんか葉っぱの色はいろんな種類があるといいなと思ってるので、あんまり被らないようにというか、このポトスで言えばちょっと白っぽい柄が混じってるので、こういうポトスは持ってないなと思ってこれに決めたんですけど、育てやすさだったり色合い、いろんな植物を楽しみたいなって思ってるので、色合いが被らないようにっていうところを結構意識して、あと流れるようなのが欲しいなって思ったらその中で置いてある植物の中で一番これが流れていたので結構デザインとかもう行ったら延々と見てますね。こっちがいいかこっちがいいかみたいなのを延々と見ちゃいます。なるほどね。こちらの続いて窓に貼ってある
フィルムって言ったらいいですかね。はい、そうなんです。窓のフィルムはもともとは貼られていなかったんですけど、うちが1階のお部屋なのでちょっとこう目線が気になるなと思って、ちょっと目隠しになるようなフィルムを探していて、ニトリでこうすごい可愛いこのステンドグラスっぽくなっている、紫外線カットとかもしてくれるので、夕方ぐらいになるとこっち側から日が入ってきて、こう床とかこういうところにこう虹色のステンドグラスを通して虹色の光が入ってきたりして、なんかすごい買ってよかったなって。可愛いですね。これ大体おいくらぐらいで？これも1本1000円、1ロール1000円で3つ購入したんですけど、大きい窓にはちょっと足りないかもしれない。そうなんですね。はい。ちょっとね、一部最初そういうデザインなのかなと思ったら実は足りなかったっていうね。足りてない部分があるので、ちょっとお恥ずかしい限り。なるほどね。ありがとうございます。こちら今度手前側に置いてあるこのソファーですかね。これはもともとハイバック、首まで高さがあるソファーが欲しくて、ソファーでずっと探してたんですけど、2人分とかの横幅になると結構部屋が狭くなっちゃうなと思ったので、座椅子的な、自分ではこうパンみたいだからパンって呼んでるんですけどパンって呼んでるそうです、パンって呼んでるんですけど、座ると首も全部こう包んでくれるような感じで気に入っていて、リラックスする時にもいいですし、ここにちっちゃいテーブルを置いてここで仕事もできちゃうので、すごく気に入ってます。なるほどね。これはちなみにおいくらぐらいで購入できた？これは2万円しないぐらいでした。ありがとうございます。はい、続いてじゃあこちらのスペースはどんなものを置いてるスペースになりますか？ここは実用性とデザイン性を意識して普段使うものをちょっとおしゃれに置きたいなっていう場所でオープンラックにして、置いてみます。ちなみにこのラック自体はどこで購入されたもの？ラックはロウヤで、買ったものです。黒いデザインが入っているところが気に入って購入しました。これ3段に分かれてると思うんですけど、各スペースどういったものを置いてるみたいな分かったりしますか？できるだけ日常的に使うものは動線的にまとめたいなと思ったので、一番上に毎日使うアクセサリーが置いてあったり、ヘイのコンテナに香水とか、あとマスクとかですね、それも毎日使うものを、置いて、一番下は使ってない花瓶を置いたりとか、あと引き出しに常備薬入れたりとか、そんな感じで一応使い分けております。結構カラフルでデザイン性のあるものたくさん置いてると思うんですけど、またちょっとこの中でお気に入りのアイテムだったりこだわりポイントがあればお伺いしたいんですけど、何かありますか？お気に入りはもうこのタイルの作品ですね。すごいタイルが好きで、カラフルなものが好きっていうのもあるんですけど、一つ置いてあるだけでなんていうかすごく華やぐのでタイル作品を集めていて、たくさんあるんですけど、全部セリアルさんっていうデザイナーの方が作っているタイル作品のすごいファンで、ちょっとずつ買い足して置いてます。結構1、2、3、ちょっと画面外にもあったりもしますよね。そうなんです。集めちゃう。気に入ったものはもう集めちゃうので、ちょっと危険ですね。ハマるとはいう感じです。なるほどね。その他何かお気に入りのアイテムとかあったりしますか？お気に入りは石でできている、デザイン性のあるものがすごく好きで、石はネットから買うことが多いんですけど、色合いとか自然にこんな色ができるんだっていう人工じゃない美しさというか、タイルと同じぐらい好きで、果物とか動物とかそういうデザインが好きで気に入って置いています。あと2段目に日用品とかも収納されてるような、コンテナボックスって言ったらいいですかね。ここも
いろんなカラフルはい、なものがあると思うんですけど、はい、これはどこで購入されたんですか？はい、これはヘイのコンテナです。もう全色欲しいぐらいすごく好きで、ヘイもカラフルなデザインのものがたくさん売ってるので、よくチェックをしています。うんうんうん。まあ、あとちょっとねちらっと見えてもいるんですけど、うん香水とかがはいいくつかあると思うんですけど、はい、香水すごく好きで、つけない日はないっていうぐらい好きなんですけど、ルラボの香水が一番好きでよく使っています。香りがすごいこだわっているブランドで、代官山にあるショップに行くことが多いんですけど、すごく一つが高価なので1年に1つとかもうご褒美みたいな形でちょっとずつこれも買い足してきたものです。あと、こういったグッチの香水も、インテリアになるかなと思ってもうただ置いてあるだけで可愛いっていうものに目がないので、香水はそうですねすごく好きで毎日つけてます。香水はじゃあもう日頃から割とこうお金をかけるとこじゃないですけど、ご自身でも割とお好きなところも。そうなんです。なんか香りの旅というかもう香りのものは出会ったらもう二度と出会えないんじゃないかと思ってどうしても買ってしまうので、そうなんです。ビビビときたものは迎え入れてしまいますね。なるほどね、はい、ありがとうございます。はい、そしたらじゃあそのままちょっとお隣の話をお伺いしたいと思うんですけど、植物の下に、ラグだったりそういったものを引いてあると思うんですけど、ラグがすごいまず可愛いですね。そうなんです。これはバンダさんから購入したラグなんですけど、こちらもポップアップに行ってようやくお迎えできたものでもうこれもずっと欲しくて、やっぱりカラフルなものが好きなんですよね。で色の組み合わせがおしゃれというか、他にも欲しいものいっぱいあったんですけど、もう今回はちょっとグリーン植物とかと合わせたら可愛いかなと思ってこちらのラグにしました。この上の植物は何ていう植物はい、なんですか？これはヤシの植物なんですけど、このわさっとこうなってる植物がすごい好きで、こう今季節的にもすごい夏っぽいので、はい、アレカヤシ、これがすごく部屋のポイントになってくれてめちゃくちゃ気に入ってます。また育てやすいです。はい、なるほどね。ちょうどねこちらにもすごいメインで大きなラグが引いてあると思うんですけど、これもすごいこうちょっと凹凸があって可愛いラグですね。これは実は IKEA のラグなんですけど、またすごいポップなんですけど、この黒がやっぱり効いていて、黒いデザインのある家具を欲しいなって思ったのもこのラグに合わせて、このなんていうんですかね、なんという形なのか、なんかこうなんとも言えない形がでデコボコしているので、なんていうかこう上を歩いても気持ちいいっていうかなるほどね。そうなんです。これちなみにこのサイズだとおいくらぐらいで？ラグが4万円ぐらいだったと思います。やっぱじゃあサイズもデザインもそれなりにやっぱするものなんですね。そうなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてこちらドレッサーということでちょっと紹介をしていただきたいんですけど、まずこちらのスペースはどのようなコンセプトで雰囲気を作りましたか？はい、なんかこう海外の映画とかに出てくるようなドレッサーに憧れていて、ゴールドだったり濃いめのブラウンとか、黒とかを入れてちょっとこう海外チックな雰囲気を出したいなっていうコンセプトで一応作っております。鏡とかもすごいちょっと変わったシルエットで面白いですね。そうなんです。これもIKEA で購入したスバンセーレっていう名前の鏡なんですけど、これもゴールドがすごい入るなと思って、すごい鏡自体大きいので部屋が広く見えるという、メリットもありました。あとなんかこの周りだとちょいちょいこう、ディスプレイとしてね置いてる雑貨とかもあると思うんですけど、一番手前側のフラワーベースですか、もともと。そうなんです。これなんかこう変わった形がすごい好きで、このフラワーベースはお花屋さんで見つけて可愛いと思って、お花をもちろん入れても可愛いんですけど、ヘイの
愛かったので、こんな形でちょっと変わったデザインのものだったり、これもブラウンなのでここのコンセプトに合うかなと思ってこう置いてみました。ありがとうございます。はい、はい、続いてじゃあベッド周り紹介をしていただきたいなと思います。はい、まずはベッドの頭の頭上ですね。こちらに可愛いオブジェがありますけど、これは一体何ですか？はい、これはアンドペーパーズさんっていう紙のものを扱っているショップさんから買ったんですけど、これ紙なんですよね。ですごいこうポイントになるというか、このベッドの上が壁の部分が多いので、絵を飾ろうかポスターにしようかとか悩んだんですけど、このオブジェを飾ってみたらすごくポイントになってしっくりきたので、すごい気に入って買っております。これは他にも何種類かあったりはするんですか？そうですね、こう一つのボックスに5個ぐらいこう入ってるセットで買って、でもバラバラで買うこともできるんですけど、組み合わせが可愛かったので私はセットを買って、この紙であるメリットっていうのがこう軽いので、寝てる時に地震とかが来た時に落ちてきてもこう重たいものだと危ないと思うんですけど、軽いので安全かなと思って他の場所でも飾ったりしてます。でこれは磁石とか中に画鋲でこう刺してディスプレイができるので、結構どんなところにでも飾れるので使いやすくできます。確かに紙だと頭の上でもそうこう心配ないですそうね。なんです、そうなんです。コツンぐらいの感じですもんね。そうですね。万が一なんか起きてもだなっていう怪我はしないと思うので。確かに。はい。そしたらじゃあちょっとベッド周りのおは話いを聞きたいんですけど、はい、なんかこの周りベッドも含めてはいこだわってるポイントとかなんかはいありますか？そうですね。リトルムさんっていうショップさんから買った毛布というか、これがすごい気に入っている。もうデザインも本当に可愛くて、入荷するのをすごい待ってようやく買ったっていうものなんですけど、私の部屋の主役級のなんていうかこう存在感なので、すごくこう伸びるというか重さもずっしりしていてかけていて気持ちいいので、夏場もクーラーとかが当たると寒いなっていう時は結構重宝していて使ってます。あともう一個はこの調光ロールスクリーンなんですけど、ここの窓にどうしようかなって思った時にカーテンかブラインドかで悩んでた時に、部屋が狭いとカーテンだとちょっと厚みというかが出るので、ロールスクリーンだとこうすっきりしてていいなって思ったのと、あとこの調光なので日の光が入ってくる光の量を調整できるのがいいなと思ってポイントというか気に入っているところです。これちなみにロールスクリーンはどこで購入されたんですか？ロールスクリーンは楽天で購入したんですけど、IKEA にも本当に似てるものが売っていて、これは楽天で1万円ぐらいでした。これ賃貸にもこういうの取り付けられるんですね。そうなんです。カーテンレールに取り付けられるロールスクリーンなので、よかったなと思ってます。ありがとうございます。はい。はい、ということでもじかさんの狂気的ルーム撮影させていただきました。ここからは少しお話をお伺いしたいんですけど、まず最初にこちらの物件を選んだ決め手からお伺いしたいんですけど、どんなところが決め手で今住んでらっしゃるでしょうか？そうですね。ウォークインクローゼットがあるので、服が多いので、収納がいっぱいあるところがいいなって思ったのと、あと、駅から徒歩5分でっていうのと、あと木目がすごく多くって、ドアとか床の木目も可愛いなと思って気に入ってここにしました。なんか今はワンルーム、1K か、1K の7畳のお部屋だと思うんですけど、住み心地だったり広さ的なところでいうとどうですか？そうですね、住み心地はすごくいいです。で、7畳なので本当に狭いこじんまりとしているんですけど、あんまりこう部屋を圧迫しないように気をつけたりして、自分が心地いい
部屋作りを今のところできてるなって感じているので、また収納もたくさんあるので住み心地はとってもいいですね。あと家の周り、駅から家までにも商店街がはい、たくさんあるので、スーパーもありますし、すごく便利です。はい、できるだけ棚も圧迫感のないものに気をつけてます。あと部屋の真ん中に何かがあると狭く見えてしまうので、できるだけ壁に寄せるような配置にしたことが狭く見えないようになったのかなって、はい、思ってます。ありがとうございます。はい、そしたらじゃあ続いてお部屋のコンセプトみたいなところのお話をお伺いしたいんですけど、はい、このお部屋ズバリどんなお部屋？そうですね。個人的には大人ポップというか、色のあるものが好きなのでたくさん置いてるんですけど、どうしても子供部屋っぽくなりがちなので、できるだけ黒とかゴールドとかちょっとアンティークっぽいデザインを取り入れることで、ちょっとそのポップが大人に寄ってくれるかなって思ってるので、そんなコンセプトで、はい、なんかこういう、インテリアすごいいろんなメーカーさんのものだったりいろんな系統のものもあると思うんですけど、普段よく買いに行くブランドだったり、なんかそういった、好きな作家さんとか、なんか特にピックアップするとしたらいらっしゃったりしますか？そうですね、結構北欧のものが好きなので、ヘイとIKEAは外せないんですけどすごくデザイン性が高くて、また色使いがすごくはっきりした色使いが多いなって思うので、よく行きますね。またリサイクルショップもすごく好きなので、吉祥寺だったりとか、自転車で行ける距離にもあったりするんですけど、もう気が向くと掘り出し物を探しによくありがとうございます。そしたらじゃあ最後にもじかさんの方から何かお知らせ告知がありましたらしていただければなと思います。今インスタグラムをやっておりますので、ぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです。更新頑張っております。基本はお部屋とかインテリアの更新ですかね。そうですね。ここの部屋ももちろんなんですけど、キッチンだったり、洗面台だったりも、ちょこちょこ載せておりますので、じゃあそうですね、今回の動画で見せできなかったところもインスタで見れるということなので、ぜひ気になる方インスタグラムの方チェックしていただければなと思います。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはもじかさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。